今日はもう薄皮で揚げ焼きでパリパリの食感、中はジューシー。お待たせしました。はい、よろしく。はい、こんばんは。はい、続いて手前味さんの2班2丁。いっぱい挨拶してる感じとか、なんか活気ある感じが雰囲気にこう入れるっていうか、楽しくお酒飲めるなと思って。名物のタイはい、お願いします。せーの。せーの。シアそっち持てる？どうですか。安部自体はもう54年目。で、まあ場所が10年ぐらい前にこっちに変わって、で今ここで10何年やってました。ずっと変わらないスタイルというか。そうですね、メニューも変わってないみたいですね。餃子、ラーメン、おでん、この3つだけ。屋台は子供の時から見られてたというか。高知県その屋台文化っていうのがあったんで、僕が小さい頃から。週末とかもすごかったですよ、屋台めちゃくちゃあって。もう今はもう今年の3月いっぱいでもう一斉に辞めてしまったんで、なくなったんで、条例で。じゃあもう安兵衛さんだけ。そうですね、屋台は。高知のね、屋台文化って一つの文化やと思うんで、そういうのがなくなっていくのはすごい寂しいですよね。高知で言ったらよさこい祭り、やっぱ県外のお客さんがいっぱい来てくれる時っていうのはもうそこの曲がり角ぐらいまでは5、60人とか結構長い列なので。目の前を通りかかる方に挨拶されてるじゃないですか。はいはい、それはお客さんとは限らないですよ。それはもうまあそれでこっちに興味持ってくれたらいいなとも思いますし、なんやろうと思って覗いてくれて赤ちょうちんやったら来てくれるかもしれないじゃないですか。やっぱその屋台らしさ活気っていうのもあるし、そういう部分はすごい大事にしてますね。じゃあもう地元の方とかはもうちっちゃい子供とかはもう毎日のことなんで、僕らより先に言われるですね。こんにちは、僕らもこんにちはって大きい声で出して言って元気になるじゃないですか。僕らもそうだし、その子らもそうだし。その子たちがまた大きくなってそうですね、食べに来てくれる。る、そんなんしてくれたらね、本当嬉しいですけどね。キノコちょっとあるよ。全然見えない。キノコないよ全然。はい、いただきます。営業がある日は皆さんでお食事されるんですか？まあそうですね、営業の時は今日はきのこ醤油パスタです。一番難しい。も何年ぐらい？僕でもう13年ぐらいですね。結構楽しくて仕事がそう、それでもう13年ぐらい今いますね。はい。これだけがうまいな。深夜なんか
もともと高知の人間です。仕事の出張で。あ、仕事の出張で。もともと知ってるんで、ここにあるのは。昔から。もう何回も行ったことある。はい、出前で三名さんです。はい、これまで三名さんです。二名さん。以上でよろしいですかね。はい。この際に餃子1、宮舘1。手前右さん2バラ終わり。左手さんの1丁。久しぶりにお一気にいけ。お待たせしました。お待たせしました。どんな食感がするんですか？外はパリパリ、中はジューシーだね。はい、いらっしゃい。はい、こんばんは。2名さん。はい。はい、3割。はい。安兵衛さんの餃子の特徴って、食感がもう多分他の餃子とは全く違うと思います。特徴はもう薄皮で揚げ焼きでパリパリの食感、中はジューシー。野菜が多めなんですけど、だから何個でも食べれちゃう感じですね。お酒とはめちゃくちゃ合います。ビールとも。愛媛県からはあ、愛媛から、ここの餃子を食べに来たい。あまり食べたことないような餃子ですね。美味しいですね。手前右手3名。はい、ここ段は2名さんやから2名さん行こう。はい、どうぞ。はい、どうぞ。次最後平野さん行こうか。はい。さん、餃子1、宮崎1です。もう何度も来てます。餃子のお味いかがでした？美味しかったです。パリパリでした。サクサクした感じが美味しいなって。いっぱい挨拶してる感じとか、なんか活気ある感じが雰囲気にこう入れるっていうか、楽しくお酒飲めるなと思って。大体また来ます。多い時だとどのくらい？多い時やったら4000個ぐらい、4000個超えるぐらいかな。そう、大型連休の時とか、三本祭りの時とかは。はいよ。はいよ。あとはその、はい、2名さん。はい。よいしょ。はい、ありがとうございます。はい、頑張るよ。はい、ごめんなさい。はい、マドンさん。はい、頑張るよ。はい。よだ、お待たせしました。ありがとうございます。はい。2だけ行ってから2行ってからね。2軒目です。2軒目。せやからちょうどええんですよ。はい、うまい。普通に美味しいよね。はい、頑張ります。はいよ。こんばんは。酒前。ねんつけて。はい、はい、おかげ。はい。おねん、これ見て。前右さんで餃子さんに。聞いてないです。当たり前やな。この子に一番腹立つんだけど、私。ここに肉食べる人手あって。めっちゃそう。
の出前結構ね、もうだってそうよ。あ、ちょっと食べて。電気左さんワイドする。はいしゃい。水前さんに餃子1追加です。まあ1年ぐらいできますね。はい、餃子いける。これ4つ目。手前左さん。船に乗る人も少なくなって。立ちはいかんわ。はい、餃子いける。こうやって生活してたの。そう、もう何も。はい、餃子あります。はいよ。はい、頑張ります。船のトレンドはスターリン。あの人はね、船じゃ。はい、前中さん。はいよ。これ。うどんそばね。はい、こんばんは。嘘でしょ。前俺は一回前俺。いやー、いつも盛り上げますね。はいよー。はい、続いて手前美さんの2半2丁。はいよ。はい、ラーメンどうぞ。ありがとうございます。はい、手前左を使いく。なんとカウンター引いたら2名さん2組行きます。はい、メガル。さあ、手前さん、前からすいません、ラーメン。今日は餃子とおでんの盛り合わせとラーメンとビール。もう全部フルコース。フルコース。お味いかがでしたか？近く来たらこっち来ると思う。一応ね。はい。次2丁やろ。3人後であげます。花嫁さんまで、まずそこでね。左手に。何ですか。あ、お姉さんだから若干静かなんだ。なんかまだ。これ。いや、飲んでいいよ。そっちは今からラーメンだ。ラーメンの今ちょっと僕から。手前皆さん3割。はい。で、これの。ラーメンだ。はい。腹前だワイド。ありがとうございます。ほら。熱いのに気をつけてください。皆さんお待たせしましたラーメンです。はい。お願いします。チャーシュー麺です。はいよ。はいよ。はい、こんばんは。こんばんは。はいよ。ごめん。
はい、取ります。まずは死んだですよ。いらっしゃい。まあアルバイトで入って仕事が面白くて、まあ、屋台の魅力っていうんですかね、提灯に火つけて用意どんで営業始めるって毎日ドキドキできるでしょ。それは僕は好きですけどね、屋台。県外から会いに来たよって来てくれるお客さんもおるし、まあそこはほんま飲食業接客業の醍醐味じゃないです。思い出に残るような店にもしたいし、また来たいと思ってもらえるような店にもしたいし、ただ餃子ね作って餃子出してるだけじゃなくて、やっぱ人と人のつながりがすごい大事かなっていうのはありますね。こんばんは。2名さんやから2名さん行こはい、叩き上がった。はい、ありがとうございます。これガラ入れです。はい。すいません、失礼します。美味しいです。OK です。はい、お願いします。はい、ちょっと待ちましょうか。はい。いらっしゃいませ。何名様でしょうか。朝はですね、お弁当の仕込みがあって、お弁当作りから始まって、向こうは鮮魚をさばいていって、営業の準備をしながら、あと商品を、前に出す商品ですね、準備していきます。で、3ブロックで叩いていただきます。はい。表題ですね、ヘダイとか油が今の時期乗るんですね。癖がなくてすごい使いやすい魚です。もう地元で地元です。全部ほとんど地元です。初ガツオですね、これ今。どう違うんですか。あれがスマガツオ。スマガツオってこういうサバみたいなものなんですよね。スマガツオ基本的にこう新しくないと食べれんがですよ。当たりやすいというか。なんでやっぱ結構鮮度が大事で、当たりやすい理由としては年がら年中これぐらい油乗ってるんですよ。油が。この油が酸化しやすいんですよ。カツオとかはちょっとさばいてみましょうか。こういう油の乗り方がちょっとうっすらしてるでしょ。味のコクとかも違うね。こっちは当たりにくいというか、そんな当たるところあんまないんですけど、こっちは結構鮮度がすごい落ちるんで、早く1日とかで消費さない感じがあるんですね。こっちも何か使われるんですか。どれも豪華に見せるように姿盛りに使うんで、見た目であーってなるでしょ。わーって。
なんでない時ないんですかね、あれ。次、火曜日か。丸状につぶつぶでくり抜いちゃって。やらかしましたね。あ。また返事してくれなくなっちゃう。さすがですね、さすがしげるさん。見れてる。今年取って丸になったんですけど、めちゃ怖かった昔は本当に。魚はもうあの方にお任せして。いや、あの方だけじゃなくて他にも何業者かあっていろいろ集めようなんと間に合わないんですよね、一つだけじゃ。僕は魚の仕入れ担当なんでね、まあ集まった魚をどう割り振るかをここから決めていくみたいな感じです。
また準備してきますんでね。そこに清少公園、千本の松の公園ってあるんですけど、防風林が、その松葉です。松の葉ですね、これ。よくわら焼き叩きってあると思うんですけど、うちは松の葉で焼きます。暑い。できましたね。黄色い煙が出るんですよね。松ヤニが。それがついたらね、渋くなるんですよね、味が。松の葉の香りのいいとこだけ欲しいんで、炎だけが欲しいんですよ。どうぞ食べてみてください。よし。一番初めのお店は今から21年前にこの三郷っていうところで居酒屋を始めて、そこからこう、高知市内に居酒屋を何軒かこう出していって、12、13年前に西村商店っていうレストラン、この今の形ですよね、定食屋を出して、コロナが来て居酒屋業態を全部もう閉めて、逆にその西村商店ってその定食のお店を増やしていって持ちこたえれたっていう感じですね。はい、お待たせしました。さあ、下田定食でございます。
なるほど。店の人気のメニューってどういったメニュー？曜日によりますけどね、サラリーマンが多い日は日替わりとか揚げ物多いんですけど、まあ土日になったらもう魚が出て、で魚ばっかり確かに使う店なんで、やっぱりまあそれが売りなのかなって思います。お願いします。たたきが1、日替わりが1、ミニカタが1、単品でマグロ切り落としが1です。はい、叩き上がった。はい、マグロ切り落とし。はい、マグロ切り落とし単品。はい。はい、ユッケです。ちょっと待って。
そうですね、出ますね、まあ、見てる通りとんでもないボリュームのやつが飛び出てくんで。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。2500円です。これ。もうちょっと待ちましょうか。はい。お願いします。ヒラメ食べ比べが1です。はい。あそこにおる寮長の方が福岡出身の方です。福岡ってごぼう天うどんが有名らしくて、僕ら馴染みなかったんですけど、それここに持ってきてくれて、もう当たったというか当たってるんですよね。マッチしてます。うどんとすごい相性良くて好きですね、僕ら。どれ見せて、ヒラメそれ。はい、1台。はい、たたき。あった、ユッケ。お待たせしました。マグロユッケ丼ご注文のお客様。はい、ごめんなさい、片手で失礼します。入りからころでありがとうございます。こちらの大変美味しいですよ。
地の人でこれ食ったらちょっとなんか県内に何店舗かあって、はい、大盛りっていうのが有名でもカツオと何でも美味しいよね。もともと居酒屋さんなんで。もしお構いなかったら分かれていただいて、構いませんか、すいません、ありがとうございます。はい、ヒレカツ。いいから。お待たせしました。昨日玉定食ご注文のお客様、はい、こちらでよろしいですか。はい。ついております。荒炊き後ほどお持ちしますので、はい、ありがとうございます。玉ですね、どうぞ。はい、ありがとうございます。これガラ入れです。はい。これやばいわこれ。僕はおかわりしてるから。これ煮付けが半身じゃなくて丸々1個なんですよ。こっちは初めて来たんですけど、初めてで火の玉いっちゃいました。すごい皆さん綺麗に食べられますね。あと女性も食べきってます。ミニたたき丼とおかしわそば、はい。中日ラーメンとミニ海鮮丼でよろしいですか。はい。イカが1、中日ミニ貝が2つです。おそばとミニたたき丼ご注文のお客様。はい。お熱いのでお気をつけくださいませ。中日ラーメンとミニ海鮮丼2つです。奥から失礼します。片手ですいません。ありがとうございます。以上でお揃いでしょうか。どうですか、お味は。美味しいです。美味しいです。連日ですからね。コース、しばきですね。いいサイズがありましたね。あ、いるかい。はい、はい、引っ張っていて。
の感じが、このぬるっとしてる感じがね、油があるやつなんですよ。ここ触った時に。どっちがうまい？それがうまそう。3枚におろしますもん。開いてる。はい、了解です。ああ、ええ感じやね。いいです、これ。さすが。各電からドライバー欲しいって。安全運転でお願いします。はい。カツオゲットです、無事。これは急ぎで、残りはまた。後で持ってきてくれます。物がいいですね。ネットして物がいいです。間違いなく。油。純粋にニンニクと醤油だけで召し上がってください。うまそうですね。おりんごに米がいりますね。これはこの先、はい。どういうふうに酒話でいくとですね、やっぱりもうコロナになってやっぱ借り入れもすごいできて、個人的にも大ダメージ受けたんで、もう借金が結構億ぐらいあったらもう伸ばしていくしかないんで、ここから先はもう県外に出店していくというような流れになっていきますね、今後展開は。ありがとうございます。すみません、いただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。またね。また高知へお願いします。うわー、最高です。ようよう晴れてきたね。そうですね。
何年もやられてるんですか？これ今卵焼きであれをやったらご飯がね、ニワトリのケチャップと赤いやつ、赤いやつ。短い箸ちょうだい。ごめん。牛丼普通2つやろ。うん。言っちゃった。
配達は遠いんですか？いや、近くですね。あ、そうなんですね。この工業団地、そこ、それとこっちの森林組合と。はい、ありがとうございます。ここは焼肉弁当800円大盛りで、お店の方は行列なんでお弁当でことってあります。美味しいよね、美味しいよね。俺まだ一つも答えないのに。4枚ぐらい切ったことになるかな。全部こんないらんかもしれない。お腹空いてるから少しでも早く。焼肉丼
まだご飯2ついる。はい、焼肉どうぞ。ありがとうございました。焼肉丼うまかったよ。うん。だけどなあ、あらんようけやったらよう食べんわ。ありがとう、またな。ヘルちゃん、後ろにまたカツ丼ができた。
ですよ。お願いします。はい、ちょっと待ってくださいね。はい、できました。はい、カツ丼、ミニカツ丼ね。何色ですか？はい、エリちゃんです。そっちかな。帰るヒントが帰っていった方がいい。飯も食う。これは5キロ。約50人前。でまあ。食べながら焼きながら。熱すぎや。よし。これお弁当の副菜をほら入れて、ここへメインが入るので。サバのところだけでカバー。やっぱり塩さんはエビフライで自分のもエビフライ頼みたいやろ。まあそうですね。ちょっと惹かれるものはありますよね、エビフライって。やっぱり大人も子供もエビフライ言うと嬉しいよね。まあ塩サバもすごい美味しいです、ね。塩サバも美味しいけどね、食べたらね。ご飯も進むんやけどね。副菜も日によっていろいろ買えんとね、みんな同じのじゃ嫌やろうしね。タイモさんメインのお煮物で。里芋っていうか。あ、そうか、知らんか。里芋わかる？里芋わかります。あ、失礼。タイモって言うてもいかんか。
はい、送別おはようございます。わかりました。ありがとうございました。はい、失礼します。カツ丼またあるわか。カツ丼と唐揚げ。この辺りはどんな地域というか。塩の製造とか海運とかで商業が非常に栄えた地域で、こういう芝家の屏風を各家が持っちゅうわけよ。夏祭りがあるわけよ。サバを焼くっていう絵が欲しゅうないか。ぜひ。がさっきも焼けちゅうね。割と500円弁当の割にカラフルやろ割合。これ500円なんですか。500円。卵がひっくり返ってるわ。それこそ秋のナスが日本一やないか。さあどこまで行くかな。酒2つやねや。片付け時間もいるでね。よし。中に卵あるとこ1つ割ってこれ2つ割って足らなかった。ちょっと軽うには1分ば1分もいらんかもしれん。ちょっとへくったねほら。唐揚げの分自衛隊の分がいるか。やったかね。店は食料品雑貨の店でした。私と主人が土佐尾と言いましたね。名前を取って店の名前を土佐尾にしまして、息子嫁が食料品の弁当はもう15年ぐらいになります。それから現在に至ってます。昭和45年頃からそれからずっと食料品雑貨の店でした。息子たちが帰ってきまして15年ぐらい前からこの経営飲食をするようになっております。ありがとうございます。この国道55号線ができた時点で、
店もまだスーパーもない時期だったからよう売れましたよけどそのうちに大型店がどんどん出店してきてね、お年寄りもなくなってだんだん若者の時代になって、若者というとやっぱり車で乗って何でも揃うスーパーに行くようになりまして、こういう小売店の本当に小さな店はねお手上げですA マックスとか港南店、主婦の店とかありますのでね、そこ行ったらもう何も一括して買えるというのが妙味でしょ、大型店はね。これ手棒入れてやった方が良かったね。何が乗ってないし、地味とんがらし。まあ、下げほんでこ洗い打ってそうすんだら。お母さんお椀もう一つ来てないが。お待ちどうさんでした。お椀大きいのも。美味しそう。美味しいこれ。これあげようか。これ。お店にはよく来られるんですか？僕は2回目ですかね。2回目。はい。なんか今日はあっさりしたの食べたくて。あえてあえるね。あ、そういえばここあったなと思って。出汁がね。構いませんか。それは。効いてて美味しいです。なんでこ。仕上がりが。こちらはどこ産のお米とか？これはね、本当ね、ご近所のね。高知県産の。高知県産のご近所さん。江南市内の。これはコシヒカリや。中取れたから最高やん。そんな自分で自画自賛せられ。大体は受け入れております。ただね、やたらめっぽ注文がね、やってきて、テンパっていう時はね、すいませんって言うから。そうそう、中日だけってお断りしちゅう。中日が食べたかった。あ、よかった。もうちょうどよろしくございました。イスラムとそれから極めて激しいビーガンもダメやね。もしヒットしたら、あれは。はね。4つ取るけど、そことか言えばね。奥さんの実家が。もう、たくさんが暇いるんやけど、ミストやね。
それからあれがさじ加減。4つあるぞ。個人の家やったら「こんにちは」って言うてから奥から出てこないかんというほら人が。そうですね。その時間がタイムロスが惜しいわけよ。中には年寄りやって耳聞こえんで上まで上がって「こんにちは」って言わないかん場合もあるけどね。そうそうね、個人の家はもう一応 NG にして事業者オンリーで定休日ね不定休やけどね。疲れてきたら休む。ちゃんとした休みという休みは正月の2、3だけやね。絶対休むのは。お盆の時もうお盆は限れ時やけね。一応これで全て一応今日はこのコースはコンプリート。じゃあこの配達の合間とかに、英語の勉強されたりとか。そうそう、英語の勉強と聞き流しやけんだよ。全然覚えんな。15分ずつ英語、じゃあまずフランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語と15分ずつあるわけよ。はい。で聞き流して1年ぐらいそれ覚えるかなと思ったら覚えんな。ジェットコースターエアプレーンがあったけど。味がないのにこれを出してないわ。これを出してないわ。お願いします。中日餃子セットしてます。いや、細麺卵入り。さあ入れるところこの角度で見たらこちらは何用の大根になるんですか？これが明日の準備や。
はい、ありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございました。まあ、お気をつけて。その分が高知が一番おとなしいぞ。香川に比べたら高知に敬語がない。かしこまりましたとか召し上がりますとか言うたらお前熱あるってちゃうか。文化として高知に敬語がない。今おいくつになるんですか60、もうじき7になる。まあ本当はね中日そばって言うけど本当はねそばついてなかったのよ。中日って言ったのよ大体は。なんであるか分からへんやん。中日で切ってしもうたら。で私がね一種の造語やね。そばをくっつけたという。うどんのおつゆにラーメンが入ったというふうに考えてもらうが一番いいんじゃないかな。それが中日そば、非常にローカルなものだから中日を提供しよった店にしてもよね一種の町おこしになるとまでは思ってなかった。土佐尾商店さんの中日そばは、だしは主にどういっただしはねやっぱりかつおベースそれからおじゃこのまあおつゆまあ俗にしらすよね、とろろ昆布のだしもあるし結局これじゃこというのはよねこの赤岡町の特産物なわけよ。ちりめんじゃこがしらすが。はい、いらっしゃい。ちりめん丼セットです。決まった。ばあちゃん。もうそっちにっていくもんが。水は。いや、お、ええわ。お店にはよく来られるんですか？そうですね、結構来ますね。中日そばとちりめん丼のセットですね。香南市ってニラが有名なので、なんかニラの餃子とかもこの店あります。美味しいですね。やっぱりこの上に大根が乗ってて、やっぱしらすとあとこの醤油かけてっていうのがすごくうまくマッチしてると思いますね。中日そばの方は、こっちもいつもの味ですね。美味しいです。はい、お待たせしました。はい、どうぞ。今日はどうしてお店に来られたんですか？龍馬パスポート。こういうのあるんです。これが龍馬パスポート。そう。
じゃあこれがきっかけでお店のことをお店紹介したのでいかがですか？あっさりして、うまい。美味しい。はい、ありがとうございました。どうもどうもでした。はい。中日が5つと餃子が4つです。変のほら。次やば。な、みやこれ盛り寄って盛れ。ばあちゃん？うん、電話したけど、親父のレトルの携帯で。まず中日の方は。長野県の見知らぬ YouTuber が自分で作ってみたいでアップしよっかね。よいしょ。よいしょ。普段のちょっと 120% まで。これ食べ方は？これはもう相馬崩して、まあこすけないように食べてもらったら。美味しい。美味しい。美味しいね。見たことのないメニュー。これが良かったですね。ちりめんおこげ。どうですか、お味は？美味しいです。美味しいです。出汁がすごく期待以上です。良かったです。江南餃子っていうのはどういった特徴というか、それ結局ほらこの江南市のニラの生産量が日本で一番多いと言われるし、でね、ニラ料理をどうやってまあプレゼンしていこうかって言ったら、まあいろいろニラ焼きそばとかいうところもあるわけよ。でその時に一緒にまあうちができたのがニラって餃子やろみたいな。でまあ江南餃子に。はい、ありがとうございます。あ、お箸ついてきた。お箸ありますよ。
あ、よろしく。はい、すみません。よろしいですか。はいはい。美味しいねこれ。あっさりして。大きいし。ニラ餃子。美味しいね。どうですか、ニラのお味はしますか？美味しい。美味しい。そうですね。どうもありがとうございました。ありがとうございます。なんか町や。はい、いらっしゃいませ。はい、どうぞ。中僕の場合、これだけ。はい。はい、お待たせいたしました。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。今日はどうしてお店に来られたんですか？海の近くの道路を走ってるので、自転車で、そして探して、ここがええかなと思って。680円です。よっ。博多のラーメンもあるがな。じゃあ。はい。なるとがあってるのか。刻んでたら水がたまるんで。大丈夫。
これで蓋をすると。強い？はいどうぞ。私もだいぶで。え、唐揚げの味の人。自衛隊副長。まあそれはよう当番したわ。もういたらまたもら。地元の柚子とそれからまあお醤油と試行錯誤して。いらっしゃいませ。こういう芝居絵屏風を街に飾るっていうのは、48年前よりもっと前からある風習でして、こう大体今から160年ぐらい前からはあると言われています。赤岡って昔は結構こう塩とか貿易とかで栄えた場所だったので、そこにこういう絵金さんのような絵師がいたら、やっぱりそこにいるお金持ちが絵を描いてほしいっていうことでこう結構依頼をして描いてるっていうのが今残ってるっていうのがこちらの絵ですね。こちらのお部屋がお祭りの様子を再現したお部屋でして、高知県香南市赤岡では毎年7月に駿田八幡宮の神祭と絵金祭りっていう2つのお祭りがございまして、その日にはこういう芝居絵屏風が家の軒先に並ぶと、そういう全国的にも珍しいお祭りをちょっとこの部屋再現しております。どういったものがテーマになってるんですか？いわゆるこう歌舞伎とか浄瑠璃とかのワンシーンをこう絵にしてるというのが特徴でして、同じ人物が2箇所出てたりするんですけど、こういうのを維持同図法って言いまして、4コマ漫画を結構1コマに凝縮したようなのがちょっとこう特徴だったりします。肉のない肉じゃがというか、じゃがじゃが。蒸しておく。
ございましたと。洗って終わりが近づきますと。で終わります。はい、終わりました。素晴らしい。持ってますね。もともと居酒屋とかが中心でやってて、30歳ぐらいの時に、こういうレストランのお話が来て、これやることになって、その時は夜がメインだったんですけど、そこから定食に切り替えたんですよね。これからこういう定食の方がいいんじゃないかと思って、ほんならそれがちょうど時代にあって、結局最終的には居酒屋は全部もう、コロナもあって全部やめて、手放してやめて、でもうこの西村商店だけになってっていう感じですね。これは酢の物のきゅうりですね。きゅうりとカニカマですね。ごまで味付けしてあります。で柚子も入っております。4店舗ですね。ゆくゆくは県外を視野に入れて。やっぱ日によって状態というか、いやちゃうっすね。だから楽しいですよね。わあテンション上がるわって最高でしょ。味で言うたらカツオとマグロのいいとこ取りみたいな。いやどっちでもいい。もうその海鮮の使われたら当てるんですよ。今指導中なんで。メイリティですか。でこれがブリで、これはマダイで、これが兄弟。マダイ、兄弟、ブリ。最高っすねこれ。神経締めしてるんで、こう首から身が生きてるんですよまだ。さっきといたばっかっすよ。日焼けして帰ってきとった。カツオです。血があるんで、その身に血が入って生臭くなっちゃうんで、その段階の内臓を取った後に水洗いという作業です。ひたすらさばき続けたら小さいね。あげるから
叩き用にする用のカツオですね。重たくないよ。持ってるよ。入れたね。ついちゃう。このくらいいかんと。いかって。カリッと仕上がってうまい。表7割、皮の方が7割で身の方が3割みたいなイメージで焼いています。こんな感じで火が通っています。ないです。ないです。入らんわ。なかなか入らんの。やっぱ入ってる。何年魚さばかれてるんですか？何年？20年ぐらい。合わせていきや。山椒です。山椒。これを何度か炊きます。その日によって違います。多い時で何回炊かれるとか
わー、6回とか結構炊きますね。フライ用です。うちは生のパン。結構量ある。大体毎日4キロ。刺身を1日分って今日ぐらいやったらこれを全部で3つぐらい。これを入れて気合を入れるんですよ。やるぞっていうスイッチの切り替えですよ。今日もいっぱい来ますように。差し立て上がります。スマさして日丁練り上がる。
い。よっしゃ。ブリトマのこれも作ったの。いや。いきます。一番よく出るメニューって何になるんですか？刺してやないですか、やっぱり。4種乗ってる。何時頃来るのがおすすめですか？週末やったらでももう10時半ぐらいにはもう並んでるんで、10時半に来たら入れますよね。カツオの刺身とカツオのたたきのセット、お刺身セット、とても美味しいです。さばき方、おろし方であったりとか、まな板の上の状態であったりとか、包丁の状態であったり、全部が生臭さに直結してくることなんで。刺してとスペシャルあげる。カツオとお刺身。よかったです。大丈夫。これは副菜ですね。そうですね。煮付けですね。長い時間かけて従業員と一緒に教育してね、自分の知ってること伝えて、でみんなに美味しいって言ってもらえることが、この店の継続にもつながりますし。今日の小娘たちのご飯すごい。めっちゃ豪華です。いいでしょ。
ちはおもてなしの文化。これブリに見せかけた平ブリってやつなんですよこれ。これねすごいこうすっきりして脂も乗って美味しいんですよ。これ歯ごたえもあって、これカツオですね。これがカマツザワラ、沖サワラって言うんですけど、これニンニク葉の酢味噌です。食べてくださいぜひ。カワハギも上がるよ。商売をしとってね、開業は平成元年で9年に鍋焼きラーメンを始められて、初めはねお好み屋と駄菓子屋さんみたいな感じです。それをしよってスープの味がちょっとできたき、それでラーメンやれたって感じです。平日だけ1個で、うちのラーメンは玉ねぎが一番入るね。玉ねぎで甘みを取って他のもんをいろんなもんを入れんとよね。じゃあ時期によってぐちゃぐちゃに切って入れたら濁ってしまうき、もうその丸ごと、全部抜ける。これをしちゃった方が臭みもなくなるし、食べやすい。そう10キロあるき、この両方で。硬い筋とかをこうやって触って抜ける。3本ぐらいは1日分こんな感じで。なるべく先のものを使いたいなと思って、けんかまさん近くに工場がある場合やけど、地元は、醤油もちくわもで、麺は高知市で関西麺業さんのを使います。やっぱり鍋焼きラーメンの麺はちょっと違うんですか？そう、伸びにくい麺にシチューに、最後にコシがある。コシがあって、それもじゃあずっとお母様はそう、最初からずっと、どうして鍋焼きラーメンというか、この子らが小さい時に私鍋焼きラーメンを作って食べらっしゃったきね、家庭料理っていうことで、昔ね谷口食堂ってあったかよ。谷口食堂のラーメンがものすごい美味しかったきね、それを再現するにもうスープは何年もかかったかです。
は顔拭き用。はい。顔拭き。汗拭き用。で、髪のおしぼりはもうみんなに。それはお母様が、そうですね、お母さんが昔から始められたんです。へえ。どうぞ。はい、醤油の波が3つ。ニンニクホルモン鍋焼きラーメン並。波です。はい。油断してた。塩で、はい。塩の大で。麺が型で。2秒しか茹でられないんですか？そう、ここでちょっとずつこのスープを吸って柔らかくなっていくき、お客さんの食べ方によって味が変わっていくき、お店にはよく来られるんですか？いや、ここは久しぶり。お味いかがですか？塩を置いてるのはあんまりないんじゃないですかね。キムチのどこ大にしようか。どこです？米大。僕はニンニクの大小ご飯で。この人同級生なんだけどお肉があんまり好きじゃないきちょっとすごい
ニンニク大です。ニンニクラーメン大です。熱いの。大です。はい、ありがとうございます。特大です。はい。よし。お待たせしました。キムチ特大です。はい、ありがとうございます。すいません。うん、美味しいね。週どのくらいの感じで取れるんですか？週1ぐらい。キムチの醤油のこれ特大。これ大。これ大です。暑い時にはもう熱いものはあんまり食べたくはないけど、それでもね美味しいき汗かきながら。いらっしゃいませ。醤油の波と塩の波で。はい。4番です。兵庫県の姫路市から。姫路からご旅行か何かで。鍋焼きも初めてですか？醤油と塩。美味しいです。あっさりとね。あっさりしてて。お出汁もね、和風のお出汁。はい、カレーです。カレー並。はい。カウンター3です。いらっしゃいませ。可愛いよ、可愛いって言うやけど。もう可愛いけど、できるか。はい。いらっしゃいませ。はい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 。いらっしゃいませ。火入れの雑炊鍋焼きラーメン。ニンニク鍋焼きラーメンの特大とご飯の中。ご飯と麺でごすか？飯と麺が先に一緒に入っちゃう。
ニンニクと砕いです。はい。塩並みです。はい。お二人は今日初めて来られた。初四国です。うんでも美味しい。これで。これで。はい。しょう。ツーリングで泊まってそれで今一緒にもういつも通りの美味しい私塩ラーメン美味しかった。ありがとうございました。醤油の波2つ。はい。波2つです。波です。波です。はい、ありがとうございます。4番波です。はい。お待たせしました。波です。熱いので気をつけてください。愛知県から観光で来てるんで、テレビで見たものです。テレビで一度は食べてみたかったんです。うん、美味しい。いらっしゃいませ。2人そしたら醤油の大2つとご飯の小の中で。今日は仕事でこっちの方来てて年に1、2回ぐらいですか。ありがとうございます。今日は鍋焼きラーメンの醤油味です。このスープの味が好きです。美味しいですね。美味しいです。お待たせしました。
中で。また熱くなってます。洗うが。ガスがもう洗うて30機。自分に変わったら3年前かな。やり方も全部この子に教えたことない。もう見て盗むみたいな。自分が元からラーメンが大好きやったき、だけどラーメンを食べん日はないね。ラーメンっていうのはやっぱりお母さんのそう、この鍋焼きがすごい好きで、これで育った感じやき、鍋焼きは全然飽きんくって、本当に鍋焼きラーメン奥が深い。本当に。おはようございます。創業が1967年、店舗自体はもう一軒の店として始まって1号店が始まって、そこはもう先代の社長が運営されてたんですけど、 4,5 店舗を自分で一人で経営してて、人に任せて、でその店を店長に任せていて、それから会社設立としてチェーン店としての1967年からになってます。今16店舗ですかね。全盛期はだいたい65店舗です。高知県下だけで味噌塩醤油と味噌カツラーメンが高知のラーメンの売りになってますね。やっぱり味噌カツラーメンがやっぱり、多いですね。この頃はほとんどがやりよったかもしれないですね。お好み焼きラーメンとか、お弁当屋さんの走りですね、これ。鶏のガラとげんこつ豚の背骨が野菜や人参、玉ねぎ、にんにく、生姜とか。来店してくれたお客様に、美味しいものを提供して気持ちよく帰ってもらうようには心がけてます。はい。はい、どうぞ。これが濃い口。これが大ですね。
はい、したら濃い口の大と、塩醤の A と一緒です。はい、最初ですね。の大盛りになります。はい。じゃあ塩の。いただきましょう。美味しいね。時々来ますよ。はい。ここのラーメンお味がいいから。まあ広々として、はい、ゆっくり落ち着くっていうことですね。美味しいですね。まあ口に合います。いかがでした？最高でした。味はいいです。いつもね利用させていただいてます。はい。袋です。はい。はい、ごめんなさい。はい、します。します。味噌小カツラーメンの A セットのお客様。はい、こちらです。はい。耳で来たしたのは清潔やし、味もいいし、お店が綺麗よね。辛み美味しいね。辛み美味しい。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、唐揚げ定食金額ですね。はいはい、13番。3だと全部焼けすぎ。ちょっと味見をしないとね。はい、ラーメン上がります。はい、味噌カツが2つと醤油の醤が12番に上がってきますね。いや、待てよ。はい、唐揚げ。はい、どうぞ。はい。
醤油ピリ辛です。片面やね、オッケー、はい。片面とカレーも、カレーやね。はいはい。ほんでカレーが。オッケー、カレー、はい。半玉。あ、待ってよ。これが焼き飯ます。はい、焼き飯も焼き飯そうだね。そういうことね。向きはないわね。大丈夫。はい、カレーが先に5番です。はい、カレー5番。味噌。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、いらっしゃいませ。はい、ラーメン上がります。はい。醤油の方が1。はい、醤油の絵が1番です。はい。はいはい。はい、これが1番。はい、味噌カツ。はい、ありがとうございました。はい、味噌ラーメン2番に上がってきます。味噌カツ。はい。はい、いらっしゃいませ。よし、はい、どぶりがない。どぶり全部。はい、ラーメン上がります。わらびですよ。はい。先にね、塩の少。待ってよ、穴開きれんけね。はい。はいはい。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、味噌カツと餃子ですね。はい、どうもありがとうございました。オールマイティー。オールマイティーね。1、2の3。はい、全部23番。はい、全部23番ですね。はい。はい、通ります。はい、これで上がりです。はい。はい、失礼します。味噌かけですね。
美味しいです。有名です。味噌カツラーメン発祥出たって。はい、すみません。今日は電話させていただきました。お願いします。お願いしました。はい、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。一つがチャーシューですね。一つがチャーシュー。はい、13番にラーメン上がってきます。はい、これ13番。ありがとうございました。はい、いらっしゃいませ。はい、ラーメン上がります。はい、どうぞ。はい、塩の大の A と味噌カツです。あとはラーメンです。ありがとうございました。ラーメンから唐揚げが9。そうコーン。一緒ですね。よし。はい、5、12番。大きさに。味噌の小と醤油小のピリ辛ニンニクですね。はい、からラーメン上がります。はい、醤油ピリ辛ニンニク、醤油ピリ辛の大ですね、2つ。はい、失礼します。醤油ピリ辛ニンニクの大が2つです。ありがとうございました。で、はい、ラーメン上がります。はい、醤油は2です。はい。醤油チャーシュー大の濃い口ラーメンですね。はい。いけるそのまま。はい。これはどんな味噌だと。
りがとうございました。ありがとうございました。3番。はい。ニンニクとバター。はい、ラーメン上がります。はい、京ネギです。はい。はい、焼きそば上がるよ。はい、焼きそば上がるよ。バッチリ。今日のはもう痕跡最大。ありがとうございました。はい、焼き飯ちゃうわ。焼きそばですね。はい、オッケー。はい。1時間に1回程度洗ってきれいにしてます。13番。はい、ラーメン上がります。はい、味噌ニラと味噌バターの C が2つ上がってきます。はい、こっち穴切れんけど。はい、これが上がり。16番。はい、16番。はい。味噌ゴム。はい。2元。はい。オッケー、ありがとう。はい。味噌京ネギです。これ味噌のパンケーキ。はい。僕らが子供の時から来てる。大丈夫。ありがとうございました。
ピリ辛ニンニクの A セットです。はい、味噌カツ大と味噌コーンネギ抜きの、A セットですね。ちょっとだけですけど、あと味噌。ありがとうございました。はい。はい、高松ください。1人前の。そのものたくあんとお味噌汁を中ライスで。
そうです。はい。味噌カツ。はい。23番に行くんです。はい。ありがとうございました。美味しかったです。濃厚で、もうもつがとても美味しかったし、麺も太くって噛み応えもあって美味しかったです。ありがとうございました。
け麺と屋台餃子と焼き飯です。モツと中華です。お願いします。はい、お待たせしました。ありがとうございます。はい、ここの牛もつつけ麺を来た時はよく食べます。はい、お待たせしました。こちら牛もつけ麺です。ゆっくりどうぞ。お待たせしました。スープ割りです。子ども食堂っていうのをされてあるって伺ったんですけど、毎月第2土曜日に学生さん、小さいお子さん連れの家族たちに向けて喜んでもらえるように、ゆっくりご飯食べてもらえるようにやらせてもらってます。メニューの方は限られちゃうんですけど、全品無料で提供させてもらってます。大人の方だけ500円いただいてます。お腹いっぱいにこうなってもらいたい、喜んで帰ってもらえたらと。お願いします。はいよ。
まして焼き飯の大です。はい。お願いします。まずはつもり、太麺、チャーシュー2枚トッピングですね。これでます。そう。原料カービィを前向きに言われて、エンジンに打ち合わせ。この時に、精通している。一つ二つ、はいよ。テーブルどうぞ。はい、わかりました。ありがとうございました。はい。はい。お願いします。はい、牛松つけ麺と大盛りお待たせしました。はい。ビーカラー6。ビーは唐揚げ6個。はい。なんか恐れ入る。
く。お願いします。もう1点までです。お願いします。お願いします。お味はいかがですか？美味しかったです。濃厚で、もうもつがとても美味しかったし、麺も太くって噛み応えもあって美味しかったです。つけ麺を皆さん食べる。はい。お願いします。はい、大盛りの方、はい、こちらにおります。はいよ。はい。特製つけ麺です。お待たせしました。お願いします。はい、お願いします。スープ割りです。はい。お待たせしました。野菜餃子です。はい、お待たせしました。はいよ。はい。右上が一番。お願いします。お願いします。
学生中華そばです。これから当店に来られる方、ぜひ倉木の牛もつくねを食べてみてください。